ト OK 西です、今回もよろしくお願いいたします、今回はですね、冷凍する上で最も大事なことを、お伝えしたいと思います、ご家庭で、いろんな野菜とかお肉とか、料理とか、そういったものを、冷凍される方も多いかと思うんですけども、その、食材を冷凍するときに最も大事なことっていうのがあるんですね。でこれが非常に大事でして、これだけっていうわけでもないんですが、これだけ守ればかなり美味しい冷凍ができるという、そういった大事なポイントです。で実際それが何かと言いますと、美味しい状態で冷凍するということですね。すごく当たり前なようなんですけども、実はこれがすごく大事なことなんですね。つまり冷凍する前の状態、冷凍する直前の状態が美味しい状態であることが大事なんですね。冷凍技術というのは良くも悪くも元の状態をキープする技術なんですね。なので元の状態が悪いと悪い状態をキープすると、で元の状態が良ければいい状態をキープしてくれるというのが冷凍技術なんですね。なので冷凍する前の状態が美味しい状態であるということが大事になってきます。で例えば素材品、野菜とか、お肉、魚でこういったものは、特に鮮度のいい状態で冷凍することが大事です。やはり野菜であれば、取れたての状態、鮮度のいい状態がやはり美味しくて栄養価も高いですよね。なのでその状態、鮮度のいい状態で早く冷凍するってことが大事ですね。でよくあるのはやはり買ってきて、冷蔵庫に入れていただいて、で使う時は使い切れるんですけども使い切れずに残って、でその後何日か経ってからなんかちょっとしおれてきたりとか、これそろそろやばいかなっていう、そうなってから冷凍する方が非常に多いんですけども、実はそれだともう遅いんですね。で鮮度が落ちた状態で慌てて冷凍しても、その後悪い状態をやはりキープしているだけなので、やっぱり美味しい状態、いい状態で冷凍しているわけではないということですね。だからその場合は買ってきた時に今日使わない分と今日使う分を分けていただいて、で今日使わない分はもうその日のうちに冷凍してしまうということがポイントですね。なので大事なのは今までよりも冷凍する判断を早めるというところが非常に大事です。なので余ったから冷凍するというわけではなく、美味しいうちに冷凍するということが大事ですね。であと素材品ではなくてすでに作った料理を、冷凍するときなんですけども、これはやはり美味しい状態で冷凍した方がいいので、料理を美味しくするってことが大事ですね。これも結構当たり前のことのように感じるんですけども、どうやったらどう冷凍したら美味しいかってことを考えるんじゃなくて、美味しい料理を、頑張って作っていれば結構ね適当に冷凍してもいいんですよ。それ冷凍の仕方よりも元の状態、元の料理が美味しいかどうかで結構左右します。なので美味しい料理を作る努力をしていただいて、でそれを冷凍するってことがまずは大事ですね。とにかく冷凍というのはできるだけ鮮度のいい状態で冷凍する、美味しい状態で冷凍するということが大事なポイントになってきます。ぜひ参考にしてください。ありがとうございます。この動画を気に入っていただいた方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。